あれなんか急にガタガタ言い始めたぞ。警告灯ついてる。あ、これイグニッションコイルいったな。はい、皆さんこんにちは。車の大山シヌッピーです。はい、ということで、今回ね、ちょっとイグニッションコイルが不良になって、ちょっとエンジンの調子が悪いということなので、イグニッションコイルと、あと、プラグも一緒に交換していこうと思います。で、イグニッションコイル、これなんだけども、どういう役割があるかっていうお話をまずする。ちょっとね、説明が難しいんだけども、エンジンを動かすのに、着火させて、燃料を燃やしてっていう作業があるんだけども、その着火させる時に、必要になってくるのが、このイグニッションコイルとプラグと呼ばれるものなんだけども、要は変圧器。これで電圧を上げて、火花を飛ばして着火させるという、電装品なんだけどね。これはイグニッションコイルは交換目安がだいたい10万キロ。プラグも10万キロものによるんだけどもね、10万キロ目安で交換が必要になってくると。で電装品なのでそれを超えて使用する。あとその手前でもね、突然壊れてしまう可能性があると。電装品だからいつ壊れるか分かんないんだけども、今回は、一応ね、そのディーラーに持ってったら4番目のイグニッションコイルが、壊れていますよという診断が出て、4番目っていうのはクランクプーリーっていうものがあって、それから一番近いものが1番、2番、3番、4番考えて、一番遠い4番目が壊れていますよ。1本交換すれば治るかもしれないんだけども、時期的に全部劣化はしていると思うので、一気にね面倒だから交換しちゃおうということになります。で、購入したのが、そのプラグ4本と、あとイグニッションコイル4本。このプラグもね、時期だろうということで一緒に交換しちゃいます。セットみたいなもんだから交換した方がいいかな。で、あと、パッキン類だね。セレナの場合、インテークマニホールドを外さないといけないんですよ。で、そこのパッキン関係が、ちょっともう一回再利用することはできなくはないと思うんだけども、良くないので、パッキン関係をちょっと購入しました。で、金額で言うと、プラグが1本1600円ぐらいだったかな。それを4本。だから6000円ちょいぐらい。で、イグニッションコイル。これ純正がだいたい1本8000円ぐらいするのかな。だから4つ集めるってなると3万2000円。結構ね、お金かかっちゃうんですよ。で、社外で4本で1万5000円とか売ってたりもするんだけども、そこの判断は難しいよね。電装品、安いの買って失敗したことある人なら、やっぱ純正を選ぶだろうし。なんとも言えないけど、理想は純正のものを購入するのが一番いいかなと思っております。で、この辺は車種によって、エンジンの型式によってものが変わってくるので、自分の車の型式でわかると思うので、ディーラーとかに問い合わせればわかるかな。で、自分でできる人はネットで購入する。無理な人はそのディーラーさんに預けたり、車屋さんに預けて交換作業をしてもらってください。とりあえず今回は自分で一旦ね作業してみようと思います。レッツゴー。はい、そしたら今から作業を行っていくんですが、これはボンネットを開けたところで、セレナさんの場合はこのエンジンカバーの下にピンマニがあって、それを外してその下にあると、ちょっと若干ね厄介なんですよ。なのでこの辺を一回ねちょっと分解していきます。その間にイグニッションコイルが壊れるとどういう症状が起きるか。大体ねアイドリングが不安定になったり、なんかちょっと息継ぎするような感じになったり、最悪エンジン停止したり、あとエンジン警告灯も出たりします。だからアイドリング時になんかエンジンが止まりそうだなとか、結構距離乗ってる車とかでね、そういうのを感じたりしたら、もしかしたら怪しいかもしれない。結構ね振動が大きくなったりとかもします。どうしたってなったらもうすぐね車屋さんに持っていくのがベストだし、あと定期的にねやっぱ点検したり、あと走行距離に応じてその交換部品はしっかり交換する。一生使えるもんじゃないし、基本消耗品だと思ってもらった方がいいかな。こうなる前にね交換する。イグニッションコイルもプラグを定期的に交換してたりすれば壊れにくかったりするので、すでにね壊れてる車を目の前にね言うのもあれなんだけど、で何回も言うんだけども、自分じゃちょっと無理だな判断した人はもうすぐ車屋さんにお願いした方がいいです。
車はね、お金がかかるもんですよ。これもしょうがない。なんか外れませんね。1個抜くだけでした。よいしょ。でイグニッションコイル、これ、1個見えてますね。これで左も見えてるんだよな。じゃん、これですね、1個は。であとその他はこの下にあるので、こいつインマニを外さないといけないんですよ。あとどこ、いろいろ外さないとダメだな。いよいよいきますぜ。取れない。なんで、こいつ抜かないとダメだ。しんどい。お父さんしんどいです。どうやって使うの、お父さん。よいしょ。こっから出てこないんだよな、かかっちゃって。うわ、取れた。オッケー。したらインマニが外れたので、このような形で残りの3つのイグニッションコイルも見えるようになりました。なのでこれを今から外してプラグを交換していくと。はい。で、一応左から1番2番3番4番みたいな形で、4番のイグニッションコイルがダメだったので、こっちだけを交換すればいいんだけども、今回は全部交換すると。で、交換方法、調べ方っていうのもあったりして、エンジンかけて一個一個抜いてった時に症状が変わんなければそこがダメなイグニッションコイルで、今回は全部交換するということになりますね。ちょっと何言ってるか分かんないよね。カプラ外れない時ほどムカつくもんないよね。ポンポンスポポン。はい、これがさっき見せたイグニッションコイルになります。でプラグはこの中に入っております。なのでイグニッションコイルを外さないとプラグ交換ができないと、そういうことでございます。怪しい匂いがしてきましたよ。ぶっ壊れてんじゃん。そりゃダメだよね。待って大丈夫？そもそもじゃんこれ。抜けんの？抜けない。何どういう状態これ。なぜかイグニッションコイルを抜いたらこのような状態で抜けました。壊れてるも何もっていう。これ抜けんの？抜けないんですけど。もう一回入れるしかない。これは参ったな。こんなことありえるんですか？結構きついしな。待ってよ、やばい、積んだかもしれん。はい、緊急事態発生です。先ほどお見せした通り、このイグニッションコイル、こういうものなんです。でこれがこう入っていて、スポッと抜けるはずなんですが、この一番重要な壊れている部分、ここが抜いたらパコンっつってこの頭だけ取れるっていう。でこの先っぽ部分が今中に入っちゃっている状態。これ引っこ抜けないんだよね。今頑張ってるんだけど。なんでこんなことあんの？こんな経験したことある人いる？ペンチで下手にやって切れたりしたら嫌だよな。なんでこんなことになるの？うわー、抜けた。マジ危ねえ。マジ危ねえよ。抜けました。なんか途中でね、これ変な風についてたのかな、曲がっちゃってるね。びっくりした。びっくりしたよ。なんとか抜けました。 OK。 そしたらプラグ交換をします。プラグがさっき言ったみたいにこの中にあるので、プラグレンチで抜くと。はい、プラグ今外したのがこれで、新品がこっちね。これ分かるかな、この先っぽの部分、この、下側、この部分ね、下側はまだいいにしろ上側もうほぼないです。で新品の方はこう上と下ちょろちょろっとこう出てる。これだと火花が飛び切らない。なんだろうな、どういう説明をすればいいだろうな。ビルとビルの隙間を屋上からこう飛び越えますとなった時、これぐらいだったら飛び越えられるけど、これになるともう飛び越えられないみたいなね、謎の例余計分かりにくいけど、とりあえずこれが古いやつ、これもう使えないので処分してこっちに差し替えます。でセレナの場合はインマニを外す必要があるので、このパッキンこの辺ねを外すで交換をする。ここもそうだね、3箇所です。そしたら外してでちょっと掃除してあげてのって感じかな。
で、新しいのがこいつだ。もうなんかパキパキだね。ああ、もうダメだ。ほら、こういう風にちょっと曲げるともうパキパキ割れてきます。こういう古いやつ。これはもう捨てですね。汚いね。こういうすすはもう取れなかったりするからね。これに変えてあげると。はい、OK。そしたらプラグを全部つけたらイグニッションコイルを新しいのに変えて、あとこのインマニを戻すだけ。そう難しくない。嘘、めんどくさい。もうやりたくないです。じゃじゃん。ずっとねプラグレンチだと思ってたものがねプラグレンチじゃなかったです。プラグレンチはこういう風に磁石がついてるんだよね。それでこう落ちないようになってます。距離が結構あるので、このプラグレンチがないときついですよというお話なんです。ちょっと下まで行きませんな。お、入んない。このプラグレンチ入んないぜ。そんなことありえる？そもそも問題出てきましたよ。このレンチが入んないじゃん。アウチ。オッケー。イグニッションコイルとプラグ交換終わり。あとはインマニ33を戻すだけっていうんだけども、これが一番めんどくさいんですよね。はい。OK。あとヘッドカバーとオイルゲージ。ここ抜いてたからこれ入れて効率計のということだね。終わる。あー終わった。時間で言うと2時からやってるから4時間半かかりました。で無事終了。全ての作業終了です。イグニッションコイルとプラグの交換で、これでもうエンジンがまだ調子悪いとか、あと警告灯がついてるってなったら、僕はこの車を廃車にしようと思います。そしたらエンジンかけます。直っておりません。なんで？はい、直らないと言っていた原因が分かりました。でイグニッションコイル自体は直ってガク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 ブブブブブみたいなガクガクはなくなったんだけども、僕があれ直ってないかもって言ったのが、ちょっとね回転数がもう高い、なんだこりゃと思って直ってないという発言をしたんだけど、セレナの場合、イグニッションコイルを交換するのに今回インマニを外しました。でその時にスロットルバルブも一緒に外したわけですよ。であそこのセンサーをちょっといじくっちゃうと、回転数が上がりきったままとか、下がりきんないとか、そういう現象が起きてしまって、それをね直すためにスロットルバルブの前庭学習っていうのと、あと急速なんて言うんだろう、あれTAS かな、急速 TAS 学習っていうこの2つをねまずやらないといけないということだったので、それのやり方をちょっと今からご紹介したいなと思います。そしたらまずスロットルバルブの前庭学習からやっていきます。これはねすごい簡単です。キーをオン、エンジンはかけずにねオン、この状態で5秒放置します。1、2、3、4、5でエンジンを切る。でまただいたい5秒、1、2、3、4、5、これでスロットルバルブの前庭学習は終わり。めちゃめちゃ簡単でしょ。でこの後の急速 TAS 学習っていうのがちょっとめんどくさい。なんかねコンピューターみたいのを使ってもできるんだけども、使わなくてもできる方法があるので、それをご紹介します。一応ねストップウォッチとかがあればいいんだけども、僕はねもう結構慣れたので多分1回でできると思います。まず先ほどと同様キーをオンのところまで1回回します。こういった感じね。で3秒後にアクセルを全開まで7秒以内に5回踏んで離してを繰り返す。ちょっと説明しながらだと難しいね。まず最初にね簡単にちょっと流れを説明します。一番最初キーをオンにします。
で、3秒後にアクセルを踏む、離すっていう作業を7秒以内に5回、1、2、3、4、5みたいな感じで、踏む、離す、踏む、離すを繰り返します。1、2、3、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、7。これだけです。はい、これでアイドリングも安定するようになりました。作業の方はここにて終了。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はイグニッションコイルがちょっと調子悪かったので交換作業をしてみました。で、この動画でお伝えしたいのは、要は、その交換時期が来る前にしっかり交換しておきましょう。イグニッションコイルに関しては10万キロで交換と言われています。で、プラグも大体それぐらいだったり、その前のもの、ものによってちょっと違うんだけども、今回、走行距離が15万キロ。で、僕もね、ちょっとね、スポット抜けてったんだけども、こういうことがないように、今回は症状が出てから気づく。で、そうなると、例えばね、ロードサービス呼ばないといけないとか、あと、そこにかかるお金とか時間とか、そういうのが無駄になったり、他の人、走行してる車とかにもう迷惑をかけちゃうので、そういうことがないように、消耗品と呼ばれるものはもう車ね、たくさんあるので、そのまま買えばずっと乗ってられるものじゃない。そこを、僕が言える立場ではないと思うんだけども、そこをね、しっかり頭に入れて、皆さん乗ってる距離、把握してる人もいれば、してない人もいるかもしれません。そんな人は、しっかり走行距離を見て、ネットとかでね、点検項目とかをいろいろ調べれば出てきます。なので、何万キロ乗ってる、もうそろそろこれだな、そういう風にね、しっかり頭に入れておくのと、セレナの場合は、インマニを外さないとイグニッションコイルが交換できないっていう状態で、これがね、すごいね、おすすめしないかな。ちょっとリスクが大きい。なんかスロットルバルブも外して、なんちゃら学習もしてみたいな感じになって、またね、ちょっと調子悪くなっちゃったよっていうことにもなりかねないので、知識のある人だったり、一番は車屋さんっていうのがねあるので、無理して自分で作業するのではなく、近くの車屋さんに持ってって、点検してもらって、何々そろそろですよっていうのも教えてくれると思うし、だったらもう早めに交換する。で、そうすることで、無駄な出費も防げるので、無理に自分で作業をしないことと、あと点検をしっかりして、消耗品はもう早めに交換してあげると。これが伝わればいいかなと。伝わればいいかな。僕は本当ね、僕が言うセリフではないと思います。今回に限っては。けど、この動画を見て、俺何万キロ乗ってる。そろそろ何々だ。何々交換しないとって気づく人がいれば、それはそれでいいかなと思います。はい、とりあえずこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。